ご紹介するのはローランドのテープエコー RE201 です。テープエコーは1900年代前半から様々な機種が発売されてきましたが、1974年に発売された RE201 はスペースエコーと呼ばれ、1990年に製造終了となるまで様々なアーティストや楽曲に使用されてきました。リー・ペリー、キング・タビーなどのクラシックダブやピンク・フロイド、ブライアン・イーノ、ポーティスヘッドやレディオヘッドなど数えきれないアーティストがこの機種を使用し、現在でも多くのプラグインでこの機種が再現されています。また音楽機材の世界的なショーである NAMM にて2016年殿堂入りを果たしました。ローランドのスペースエコーの歴史は、前身であるエーストーン社の時に発売されたエコーチェンバーと呼ばれる EC1 まで遡ることができます。 EC シリーズは10、20と続き、その次に発売されたのが RE100 と RE200 です。これらの機種はテープを挟むピンチローラーの取り外しが可能となり、テープの寿命を伸ばすことができるようになりました。2つの違いは、200の方がスプリングリバーブが搭載されていて、エコーモードの数も多いです。次に発売されたのが RE101 と RE201 です。全機種より長い RT1L テープを使ったフリーランニング奏法を採用しており、さらにテープ寿命を伸ばすことに成功しました。加えてレスポンスが速く、過激なフィードバックも可能となっています。RE201 の進化版として RE301 が発売されました。この機種はエフェクターのボス SE1 で人気を得たコーラスが追加されていて、再生ヘッドも3から4に増えました。一つのループ音にディレイ音を重ねるサウンドオンサウンドも搭載されており、多機能で高性能の機種です。1979年には RE150 が発売されました。こちらは RE201 のヘッドの数を一つ減らし、リバーブも排除された廉価版のような位置づけとなっていますが、原音とエフェクト音を別々に出力できる機能が備わっています。そして1982年に発売されたのが RE501 とそのラックマウントバージョンの SRE555 です。これら2つはコーラスエコーと呼ばれ、パネルのデザインも黒とオレンジになり、入出力は XLR となり、全体の音質も向上しました。テープエコーの最上位機種ですが、発信を抑えるなど仕様が変更されています。そして1988年に発売されたのが RE3 と RE5 です。これらの機種からデジタルとなり、ウォームノブでワウフラッターの再現も可能でした。そして2007年にボスから RE20 が発売されました。独自の DSP とコズムによってオリジナルの RE201 の特徴を再現しています。さらに2022年には新たな機種 RE2 と RE202 が発売されました。今回ご紹介する RE201 はテープエコーの中でも知名度が高く、現在でも使用者が多い機種です。特徴は温かみのあるディレイ音はもちろんのこと、分かりやすい操作系とプリアンプ部の音質、あとは強烈な発信などが挙げられます。フロント部から見ていくと、インプット端子はマイクが2つとインスト端子が1つにそれぞれボリュームがあります。インスト入力にはエコーをスルーできるスイッチがついています。入力音はこちらの VU メーターとピークレベルランプで音量を管理できます。こちらの From PA 端子はミキサーからの音をインプットする端子です。そのエコーはアウトプットでハイ、ミドル、ローの3つのレベルを選択できます。通常はこの端子からアンプにつないで音量を調整します。その隣がフットスイッチ端子でエコーのオンオフをコントロールできます。こちらはモードセレクトノブで12種類から選択できます。1から4がエコーのみ、5から11がエコーとリバーブ、12がリバーブのみとなっています。こちらはエコー音のベースとトレブルのイコライザーコントロールで、その隣がリバーブの音量です。その下がリピートレイトでディレイタイムと同じ意味を持っています。インテンシティはフィードバックの量を決めます。説明書では6、7以上の設定で発信するとあります。そして隣のエコーボリュームでエコー全体の音量を調整できます。RE201 はディレイの後にリバーブがかかるのではなく、入力音にパラレルでかかった後、モノラルで出力されるという設計です。本体の蓋を開けるとテープ走行の様子を確認できます。こ
ちらが3種類のヘッドで、左から消去、録音、3つの再生ヘッドです。テープはこちらのピンチローラーで挟まれて、左側のテープチャンバーというスペースに送られます。ここで十分なたわみを持たせて、また消去ヘッドへと送られます。これはフリーランニングといい、テープへの張力の負荷が少なくて済む方式として採用されています。入力端子から来た音は録音ヘッドからテープに録音され、その右隣の再生ヘッドへと遅れて再生されます。これがエコー音となり、その一部を入力に戻すことによって無限に近いフィードバックを得ることができます。 RE201 では録音ヘッドから再生ヘッドへの距離でディレイ効果が発生し、モードセレクトでどの再生ヘッドから発音するかを切り替えられます。この組み合わせによりエコーパターンにバリエーションを持たせることができます。背面部分は電源コードを収納できるようになっています。テープエコーの最大の魅力の一つが揺らぎです。揺らぎとは音程や速度のわずかな変化が続く状態のことですが、テープエコーはアナログならではのテープの劣化やピンチローラーとモーターの物理的消耗によって聞いていて非常に心地の良い揺らぎを得ることができます。この揺らぎは BBD 素子のアナログディレイとは違う特徴があり、そのため現在でもテープエコーを求めるアーティストが数多くいます。RE201 の揺らぎがどれほどのものなのか実際に検証してみましょう。これはギターのピッキングを RE201 を通して DAW に録音したものです。波形を拡大するとディレイ音の波形が交互に逆位相になっています。これは BOSS のエフェクター RE2 と RE202 でも確認できます。またチューナーで見てみると原音とディレイ音すべてのピッチが微妙に異なります。こういったことが RE201 の揺らぎの魅力となっていると言えるでしょう。RE201 の特徴の一つに入力部のプリアンプの音色が挙げられます。RE201 は本来ボーカルでの使用を想定されていますが、ギターやシンセの入力も可能です。そしてその際、入力音を増幅させると心地よい歪みを得られることが、この機種が現在でも人気の一つとなっています。RE201 にはリバーブのみを含む12のモードがあります。それぞれどういった違いがあるのか、実際の音とともに見ていきたいと思います。
いかがだったでしょうか。別の動画で RE201 を再現したエフェクターやプラグインの比較を上げていますので、よければご視聴ください。今回は以上です。他にもいろいろな機材の動画を出す予定なので、チャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。